皆さんこんにちは。今回は1泊2日のボルドーの旅をお届けします。事前にやりたいことリストを作ったので、限られた時間の中でできるだけ楽しみたいと思います。ブロカントショップに行ったり、カヌレを食べたり、マルシェでピンチョスを味わったり、ロシアンスーパーでたらこ缶を買ったりと、やりたいことが盛りだくさんです。字幕をつけていますので、日本語でご覧の方もぜひ字幕をオンにしてお楽しみください。旅行気分で楽しんでいただけたら嬉しいです。私たちの住むドルドーニからボルドーまでは車で約1時間半。本当は電車で行く予定でしたが、9月10日のフランスの全国規模のストライキを知り、急遽ホテルまで車で向かうことにしました。今通っているブドウ畑に囲まれたこのエリアは、以前動画で紹介したことのあるサンティミリオンです。さて、今回の旅の一番の目的は、私のパスポート更新です。本来なら、パリの日本大使館まで受け取りに行く必要がありましたが、年に2回、ボルドーまで来てくださる大使館出張サービスを利用し、オンラインで事前手続きを済ませていました。せっかくなので、この機会にボルドーも満喫することに。1泊2日の短い旅ですが、やりたいことリストを作りました。マークが行きたがっていた光のミュージアム、ブロカントショップ、カヌレ、マルシェでピンチョスを食べること、そして私の一番の目的、ロシアンスーパーマーケットでたらこ缶を買うということです。皆さん、まずは最初の目的地、光のミュージアムに到着しました。このコンクリートでできた頑丈そうな大きな建物、以前はどんな目的で使われていたかわかりますか？レ・バサンド・リュミエールでは、巨大なプロジェクターが壁や水面に動く映像と光を映し出し、絵画やアニメーション、音楽が融合した没入型のアート体験が楽しめます。私たちが訪れた時のアートのテーマはエジプトでした。同じ映像を座りながら見れたり、地面に寝そべって見れたりする部屋もあります。歩きながらお気に入りの場所を探すのがおすすめです。さて皆さん、ここが以前どのような場所で使われていたかわかりましたか？もともとは第二次世界大戦中にナチスによって建てられた潜水艦基地でした。長い間放置されていましたが、2020年に現在のミュージアムとして生まれ変わりました。鶏そぼろおにぎり。今見終わって午後1時頃です。お昼は家から作ってきたおにぎりを食べながら次の目的地へ歩いて向かいます。まだホテルのチェックインまで少し時間がありますので、先にトラムの停留所へ行き、一旦乗車券を購入します。前方左手に見えるシルバーの不思議な形の建物はワインミュージアムです。私はお酒は飲まないので行ったことはありませんが、ボルドーといえば欠かせない場所ですよね。あ、トラムの停留所が見えてきました。かわいいな。
この1日乗車券は最初にチケットをタッチした時から24時間有効で、市内のバス、トラム、そしてガロンヌ川を渡る船も利用できます。料金は1人 6.5 ユーロ、日本円にすると約1100円です。ちなみにこちらが私の利用するチケットです。この後、すっごい失敗とラッキーが起こります。この番号を記録していたのが、後々の答え合わせへとつながりました。その話はまた後でしますね。では次はこのトラムに乗り、4駅ほど行ったところにある CAPC という駅まで向かいます。目的はブロカントショップです。今、トラムを降りたところです。このエリアは初めて来ましたが、めちゃくちゃ素敵でした。というのも、今から10年ほど前、フランスに引っ越してきた頃に、ボルドーに1週間ほど滞在しましたが、その時はこの場所には来ませんでした。今回アンティークショップを探していたところ、このエリアにはたくさんお店があることを知り、訪れてみることに。その中で一番気になったブロカントショップがこちらです。店内の様子は私のもう一つのチャンネル、アンティークとブロカント巡りでじっくりご紹介しています。ぜひ合わせてお楽しみください。さて、私が店内を撮影している間、マークは近くの教会で待ってくれているとのこと。そこで合流し、先ほどのミュージアムへ戻ってから車でホテルに向かいたいと思います。ということで、先ほどの光のミュージアムのところまで戻ってきました。ここの次のシーンはちょっと時間が進みまして、ホテルのチェックインを済ませた後、簡単にルームツアーをするところから始まります。これは何やろうね、ストーン。今回泊まったのは電車の駅近くにあるヒルトンガーデンインというホテルです。お部屋は1泊129ユーロ、駐車料金は22ユーロ。チェックイン時に宿泊税として1人当たり 3.74 ユーロで合計 158.48 ユーロでした。フランスでは宿泊税が宿泊料とは別に1人1泊あたり定額がかかります。観光地の維持や観光インフラの整備に使われる制度です。金額は町やホテルのランクによって異なります。宿泊料金に含まれていないところも多いので、予約時に確認しておくと、チェックイン時に驚かずに済みます。さて、ホテルの部屋ですが、思っていたよりビジネスホテルっぽい雰囲気でした。小さい冷蔵庫があったのは便利でしたが、備え付けにペットボトルのお水、インスタントコーヒー、紅茶、お砂糖、クリームが一人一つずつでした。
家から持ってきた方が良かったなぁと思いました。そして一番残念だったのが、歯ブラシなどのアメニティセットが全くなかったことです。最近はいろいろとエコな時代なので、確かにたった一泊なのに使い捨ててしまうともったいない気もしますが、ホテルのアメニティがないのは今はもう普通のことなんでしょうか。ぜひ皆さんの経験も教えてください。It's already not so much of aホテルに荷物を置いて、次にやってきたのはロシアンスーパーマーケットです。お目当てはこちらのこのたらこ缶。前からブログで見かけてずっと気になっていました。私の住むところはロシアンスーパーもなく、ロシアへ行ったこともないので、店内の食材を見るだけでも新鮮でした。今回はこの缶だけ買いましたが、おすすめがあればぜひまたコメントで教えてください。ちなみに今回購入したこのたらこ缶はこの動画の最後にご紹介しますね。実はこの後ちょっとしたハプニングがありました。さっき買ったばかりの1日乗車券をポケットから落としてしまっていたんです。がっかりしながら歩いていたら道に落ちている同じチケットを発見。でも本当に自分のかどうかわかりません。そこでマークのチケットと番号を比べてみると、最後の3桁以外は連番になっていました。さらには有効化された時間も同じ。最終的にこの動画を編集している時に購入時の番号が映っていて、やっぱりこれだったんだと答え合わせができました。なんともラッキーな出来事でした。チョコパイ？おお、ほんまや。美味しそうやな。美味しそうやん。さて、次はボルドー発祥のあのスイーツを買いに行きます。今回、ドルドーニュとボルドー在住の日本人の方々にとっておきのおすすめを教えてもらってきました。それがこちらのお店です。閉店時間ギリギリの7時前になんとか滑り込みました。まだ少し残っていたので、ラム酒入りのクラシックなもの、お酒なしのバニラ味をそれぞれ購入しました。大きさも3種類、大中小があるみたいですが、大はすでに売り切れでした。こちらのキャロットケーキにはペリゴール産のくるみが使われているそうです。ペリゴールは私の住むドルドーニュ県のエリアになります。地元の食材が使われているのってちょっと嬉しいですよね。
イートインスペースもあり、今度はゆっくり他のケーキも試してみたいなと思いました。ちなみに私はあんまりラムの味も好みではないんですが、今回この2つの味を比べてみて、断然ラム入りのクラシックが気に入りました。実はこの翌日、もう一軒カヌレの有名なチェーン店に行きますが、お値段が倍ほど違いました。それはまた後ほどご紹介しますね。ということで、無事に一日のやりたいことリストは全部達成できました。夜ご飯はサクッとケバブです。ソースがいろいろ選べるのですが、私たちのお気に入りはこのオレンジ色のアルジェリアンソース。マヨネーズとトマトをベースに玉ねぎのみじん切りが入っていて、甘さの後にピリッと辛さがくる癖になる味です。フライドポテトにもよく合うので、うちでは常備しているくらいです。次に向かうのは、ボルドーを象徴する場所の一つ、ブルス広場。歴史的な建物に囲まれた広場で、中央には水鏡と呼ばれる大きな浅い池があります。水面に映る建物の姿がとても美しく、夜景の撮影スポットとしても人気です。あ、ほんまやな。So they finished already? 今、左手に見えている船ですが、実はこれも一日乗車券のトラムやバスに含まれていて、乗ることができるんです。私たちは今回乗る機会がありませんでしたが、川なのであまり揺れないのではないかと思います。でもこうやって見たら結構水面が揺れているんですよね。やはり海に近いので潮の満ち引きなども関係しているのかもしれません。もし乗ったことのある方がいたら、ぜひ感想をコメントで教えてください。そしてこの川はガロンヌ川と言います。私の住む地域を流れるドルドーニュ川は、このガロンヌ川と下流で合流し、大西洋へと一緒に流れていきます。さて皆さん、ブルス広場に着きました。目の前に広がるのが水鏡なんですが、今は波打っていて建物の映り込みが見えません。水面が落ち着くまでちょっと待ちたいと思います。その間に今日の購入品をご紹介。ケバブを食べた後、ふと立ち寄ったアジアンスーパーでこのキットカットを買いました。お値段は確か 5.4 ユーロ。だいたい900円ちょっと。結構良心的ですよね。それからさっき買ったカヌレは明日の朝、ホテルで食べる予定です。終わり。もうある？あと、カルフールで激安の歯磨き粉と歯ブラシも買いました。さて皆さん、波が止まったので、水鏡を見に行ってみましょう。この日は風が結構強くて、そのせいで水面が少し波立っちゃってますね。この水鏡は水が引いたり、霧が出たり、波が立ったりと、いろんな雰囲気が楽しめます。また時間や天候によっても見え方が変わるので、その時の素敵な瞬間を思い出に残せるのがいいですね。
水鏡の横にはこの緑がいっぱいの広場があって、結構たくさんの人がピクニックしています。だいぶ冷えてきたので、私たちはそろそろホテルに戻ることにします。トラムから見える夜の街の景色がとても素敵だったので、ちょっと皆さんにもお届け。トラムを降りてホテルに向かっている途中、公園の横を通りかかると、すごく不気味な音が聞こえてきました。皆さん聞こえますか？姿は見えないんですが、ものすごい量の鳥の鳴き声のようなものが聞こえてきます。地面は確かに糞だらけでした。お、ナイスやん。outside。なんかit's cold then。いや。皆さんおはようございます。ということで2日目の朝です。今日は午後2時にパスポートの受け取りができるので、それまでにできそうなことをやりたいと思います。朝は昨日買ったカヌレを食べます。このカヌレは昨日お見せした通り紙の袋に入っていました。そのおかげで外のカリッと感がまだ少し残っていて、2日目でも美味しくいただけました。OK。さて、ただいま朝の10時前です。Seems like no one's here. やってきたのはこちら、マルシェ・デ・カプサンと呼ばれるボルドーで有名な常設の市場です。ここには思い出のある美味しいものを求めてやってきたのですが、なんだか雲行きが怪しいです。朝ににぎわっているはずのマルシェがかなり閑散としています。やはり今日行われているストライキが関係しているんでしょうか。田舎暮らしをしていると、こういうストライキやデモの影響を受けることがありませんので、正直今日一日がどんな状況になるのか全く想像がついていません。11A やね、これね。どこ？ 11。あ、これか。あ、いやいや。遡ること10年前、私たちがフランスにやってきた時、目的もなく歩いていると偶然出会ったのがこのマルシェ内にあるタパスのお店。こんな風にパンの上に具材を乗せて串で留めたおつまみです。串の色によって値段が分かれていて、選んで食べるのも楽しくってとっても美味しかったのを覚えています。この写真は2016年に撮ったものです。はい、残念ながらこの日はこの思い出の味を楽しむことはできませんでした。
ことでお腹が空いたのでパンを買って一旦ホテルに戻ってきました。チェックアウトの時間までに事前に調べて行ってみたかったこちらのブロカントにやってきました。ここは巨大な倉庫の中がテーマごとにいくつものお部屋に分かれていて、まるでタイムスリップしたかのような展示になっています。さらに価格がびっくりするほど良心的で、すべての商品に値段が表示されているのも分かりやすくてとても良かったです。ぜひ私のもう一つのチャンネルアンティークとブロカント巡りで詳しくチェックしてくださいね。さて、今私たちはボルドーサンジャン駅を出て向かい側のトラム乗り場にいます。あとはパスポートを受け取るだけなので、ここでボルドーの旅は終了です。この後家に帰ってから最後に買ったカヌレとたらこ缶をご紹介しますね。Can you stop?ボルドーには有名なチェーンのカヌレ屋さんが2軒あるんですが、満場一致でこちらのお店を勧められました。こちらにあるのは小と大です。驚いたのはそのお値段。なんと1日目に紹介したお店の約半額なんですよね。買ってすぐに食べると味の違いはあまりわかりませんでした。ただ、こちらのお店はプラスチックの袋に入れてくれるので、時間が経つと周りのカリッとした食感がなくなってしまいます。カヌレを食べたことがないけれど試してみたいという方は、まずこのチェーン店でお試ししてみるのがおすすめです。そして最後はずっと楽しみにしていたたらこ缶。もうかれこれ5年くらい日本に帰っていないので、本当に久しぶりのたらこです。お店では冷蔵コーナーに売られていました。この 100g 入りで1缶 4.9 ユーロ。お味はまさに想像通り。優しい塩味でご飯とよく合い、たらこおにぎりを食べているような感じでした。また機会があれば絶対に買いたいと思います。1泊2日のボルドーの旅、いかがでしたか？楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。動画をご視聴いただきありがとうございました。